私たちが住む宇宙には、一体何個の惑星が存在するのでしょうか？この問いかけは、一見シンプルに思えるかもしれません。しかし、現代の天文学は、この質問に対する答えが予想以上に複雑で深遠なものであることを明らかにしています。2024年現在、人類が確認している太陽系の惑星は8個です。しかし、この数字は氷山の一角に過ぎません。私たちの銀河系だけでも、数千億個の惑星が存在すると考えられています。さらに、観測可能な宇宙全体では、その数は人間の想像をはるかに超える規模となっています。本日は、惑星の定義から始まり、現代の天文学が明らかにした驚くべき発見の数々をご紹介していきます。古代文明において、人々は夜空に輝く5つの明るい天体を惑星として認識していました。水星、金星、火星、木星、そして土星です。これらの天体は他の星々と異なり、空を移動するさまよう星として観察されていました。実際、惑星という言葉自体がギリシャ語のプラネテス、さまようものに由来しています。当時の人々にとって、地球は惑星ではありませんでした。なぜなら、彼らは地球を宇宙の中心であり、すべての天体がその周りを回っていると考えていたからです。この地球中心説、天動説は、コペルニクスが太陽中心説を提唱するまでの約1000年以上もの間、人類の宇宙観の中心でした。地球が惑星の一つであるという考えは、実は比較的新しい概念なのです。16世紀、ニコラウス・コペルニクスは、それまでの常識を覆す革命的な理論を発表しました。彼は、太陽が宇宙の中心であり、地球を含むすべての惑星がその周りを回っているという地動説を提唱したのです。この理論は、当時の宗教界や学術界に大きな衝撃を与えました。なぜなら、人類が特別な存在として立っていた宇宙の中心から、ただの惑星の一つへと降格されることを意味したからです。コペルニクスの理論は、その後ガリレオ・ガリレイによって強力な証拠が提示されることになります。17世紀初頭、ガリレオは望遠鏡を使って木星の周りを回る4つの衛星を発見しました。これは、すべての天体が地球の周りを回っているという従来の考えを完全に否定する決定的な証拠となりました。さらに、ガリレオは金星の満ち欠けを観察し、これが金星が太陽の周りを公転していることの証明となりました。このように、望遠鏡の発明は人類の宇宙観を大きく変えることとなったのです。しかし、驚くべき発見はまだ始まったばかりでした。1781年、ウィリアム・ハーシェルは、それまで知られていなかった新たな惑星を発見します。それが天王星です。この発見は、太陽系の範囲が人類の想像をはるかに超えて広がっていることを示す最初の証拠となりました。その後、天王星の軌道の不規則性から海王星の存在が予測され、1846年に実際に発見されます。これは、数学的な計算によって新しい惑星の存在を予測し、実際に発見することに成功した最初の例となりました。20世紀に入ると、1930年にクライド・トンボーによって冥王星が発見されます。冥王星は、発見当時から他の惑星と異なる特徴を持っていることが指摘されていました。その大きさは地球の月よりも小さく、軌道も他の惑星と比べて大きく傾いていたのです。しかし、当時の惑星の定義では、太陽の周りを回る天体であれば惑星として認められていたため、冥王星は第9惑星として認定されました。この状況は、21世紀に入って大きく変化することになります。1990年代後半から2000年代にかけて、冥王星の軌道付近で次々と新たな天体が発見されました。これらの天体はカイパーベルト天体と呼ばれ、冥王星と同様の特徴を持っていることが分かりました。特に2005年に発見されたエリスは、冥王星よりもわずかに大きいことが判明し、惑星の定義に関する議論を引き起こすきっかけとなりました。もし冥王星を惑星として認めるなら、エリスも惑星として認めるべきではないか。さらに、他のカイパーベルト天体も惑星として認める必要があるのではないか。このような議論の結果、2006年に国際天文学連合 IAU は惑星の新しい定義を採択することになります。新しい定義では、惑星となるために3つの条件を満たす必要があるとされました。1つ目は太陽の周りを公転していること。2つ目は十分な質量があり、自身の重力で球形になっていること。3つ目は、
その軌道上の他の天体を一掃していること、この定義により、冥王星は準惑星という新しいカテゴリーに分類され、太陽系の惑星は8個となりました。しかし、惑星の定義をめぐる議論は現在も続いています。なぜなら、IAU の定義には問題点も指摘されているからです。例えば、軌道上の他の天体を一掃しているという条件について、地球でさえ完全には満たしていないという指摘があります。実際、地球の軌道上には数多くの小惑星が存在しているのです。また、ある天体が惑星として認められるかどうかが、その位置によって変わってしまうという問題もあります。例えば、冥王星と同じ大きさの天体が太陽に近い軌道にあれば、その重力で周囲の天体を一掃できる可能性が高くなります。つまり、同じ天体でも位置が違うだけで惑星になったりならなかったりする可能性があるのです。さらに、2016年には新たな展開がありました。天文学者のコンスタンティン・バテイギンとマイク・ブラウンが、太陽系の外縁部に未知の大きな惑星が存在する可能性を指摘したのです。彼らは、カイパーベルト天体の軌道が不自然に整列していることに注目しました。まるで、見えない巨大な天体の重力の影響を受けているかのように、この仮説上の天体は第9惑星またはプラネット X と呼ばれ、地球の5から10倍の質量を持つと推定されています。もしこの惑星が発見されれば、太陽系の惑星の数は再び9個となる可能性があります。しかし、その探査は非常に困難です。なぜなら、この惑星は太陽から非常に遠く、その光が極めて暗いと考えられているからです。具体的に説明すると、第9惑星を探すことは、真っ暗な体育館の中で、黒い猫を探すようなものです。しかも、その猫は常に動き回っているのです。第9惑星は、太陽からの距離が海王星の20倍以上も離れていると考えられています。これは、光が太陽から第9惑星まで到達するのに、約1日かかることを意味します。比較のために言えば、太陽の光が地球に届くまでには約8分しかかかりません。このような距離では、太陽の光はとても弱くなってしまいます。例えば、満月の明るさを1とすると、第9惑星の明るさは約100万分の1程度になると予想されています。さらに、第9惑星の軌道周期は1万年から2万年と推定されています。これは人類が農業を始めた頃に第9惑星が現在の位置にあったことを意味します。また、第9惑星の探査には、世界最大級の望遠鏡を使用する必要があります。しかし、これらの望遠鏡の観測時間は非常に限られており、多くの研究者が使用を希望しています。そのため、第9惑星の探査に割り当てられる時間は限られているのです。さらに、観測できる時期も限られています。第9惑星が天の川銀河の明るい部分の前を通過する時期には、そのかすかな光を検出することはほぼ不可能となります。このように、私たちの太陽系の惑星の数さ、まだ確定していない状況なのです。しかし、これは氷山の一角に過ぎません。1995年、人類は初めて太陽系外惑星、系外惑星の存在を確認しました。51ペガシビーと名付けられたこの惑星は、木星に似た巨大ガス惑星でしたが、その特徴は私たちの想像を超えるものでした。なんと、この惑星は親星のすぐ近くを4日という短い周期で公転していたのです。これは、木星を水星の軌道よりも内側に置くようなものです。この発見以降、系外惑星の探査は急速に進展しました。NASA のケプラー宇宙望遠鏡や、その後継機であるデス、トランジット系外惑星探査衛星によって、数多くの系外惑星が発見されています。2024年現在、確認されている系外惑星の数は6000個を超えています。これらの系外惑星は、私たちの想像を超える多様性を持っています。スーパーアースと呼ばれる。地球より大きく海王星より小さい岩石惑星、ミニネプチューンと呼ばれる。海王星より小さいガス惑星、2つの恒星を持つ惑星系。死んだ星の周りを回る惑星、表面が溶けた地獄のような惑星、太陽からの光がかすかにしか見えない極寒の惑星。このように、宇宙には私たちの太陽系では見られないような惑星が数多く存在しているのです。さらに驚くべきことに、これらは氷山の一角に過ぎないと考えられています。天文学者たちの計算によると、私たちの銀河系だけでも数千億個の惑星が存在する可能性があります。これは、地球上のすべてのビーチにある砂丘の数よりも多いのです。そして、
観測可能な宇宙には約2兆個の銀河があると推定されています。単純計算すれば、宇宙全体の惑星の数は人間の想像を超える規模となります。しかし、話はここで終わりません。2019年には、恒星の周りを回らない自由浮遊惑星が発見されました。TSOJ318.5-22 と名付けられたこの天体は、まるで宇宙をさまよう放浪者のような存在です。このような自由浮遊惑星は、銀河系内だけでも数兆個存在する可能性が指摘されています。これは、恒星の数よりも多い可能性があるのです。自由浮遊惑星の起源については、複数の仮説が提唱されています。一つは、惑星系形成の初期段階で、巨大惑星同士の重力相互作用によって、一部の惑星が系外に放出されるというものです。これは、複数の子供たちが遊んでいる中で、一人が群れから離れていくようなものです。もう一つは、連星系の片方の恒星が超新星爆発を起こし、残された惑星が宇宙空間に放出されるという説です。さらに、恒星の形成過程で、惑星サイズの天体が直接形成される可能性も指摘されています。これらの自由浮遊惑星は、想像を超える特徴を持っている可能性があります。例えば、地球サイズの自由浮遊惑星が、強力な磁場と放射性元素の崩壊による内部熱を持っている場合、その表面の下に液体の海が存在する可能性があります。このような惑星では、太陽のエネルギーなしでも、生命が存在できるかもしれないのです。実際、2021年には、オリオン座の歩行で、地球質量の約 1.5 倍の自由浮遊惑星が発見されています。この発見は、マイクロレンズ効果という、重力によって背景の星の光が曲げられる現象を利用して行われました。これは、まるでレンズを通して遠くの光を観察するようなものです。さらに驚くべきことに、自由浮遊惑星の中には、衛星を持つものも存在する可能性があります。私たちの月のような衛星は、潮汐力によって惑星の自転を安定させ、生命の進化に重要な役割を果たした可能性があると考えられています。自由浮遊惑星が衛星を持つ場合、その衛星の表面に液体の海が存在する可能性も指摘されています。これは、木星の衛星エウロパや土星の衛星エンケラドスで見られるような現象です。最近の研究では、自由浮遊惑星が銀河系の中心部に集中している可能性が指摘されています。これは、銀河系の中心部の強い重力が、周辺部から自由浮遊惑星を引き寄せているためと考えられています。また、生命が存在する可能性のある惑星についても、新たな発見が相次いでいます。ハビタブルゾーン、生命居住可能領域と呼ばれる、液体の水が存在できる可能性のある領域で、発見される惑星の数は増加しています。例えば、ケプラー 452b は地球のいとこと呼ばれ、生命が存在する可能性が指摘されています。しかし、ハビタブルゾーンにあるからといって、必ずしも生命が存在できるわけではありません。金星も太陽のハビタブルゾーンにありますが、その表面は有毒なガスと高温、高圧で覆われた地獄のような環境なのです。このように、惑星の数を数えることは、単なる数字の問題ではありません。それは、私たちの宇宙観、生命観、そして人類の存在意義についての深い問いかけを含んでいるのです。ここで、最新の惑星探査技術についてもお話ししておきましょう。2024年現在、惑星探査は新たな段階に入っています。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、その高性能な観測機器を使用して、系外惑星の大気組成を詳細に分析することが可能となりました。これは、私たちが地球から数百光年離れた惑星の環境を、まるでその場にいるかのように調べられることを意味します。例えば、2023年には、地球に似た大きさの系外惑星の大気中で、メタンなどの生命の痕跡となる可能性のある物質が検出されました。また、人工知能技術の発展も、惑星探査に革命をもたらしています。膨大な観測データの中から、人間の目では見逃してしまうような微細な変化を検出することが可能となったのです。2024年からは、より高性能な地上望遠鏡も稼働を開始しています。これらの望遠鏡は、大気の揺らぎの影響を補正する最新の補償光学技術を搭載しています。まるで、波立つプールの底にある小さな効果を、水面を沈めることで鮮明に見えるようにするようなものです。さらに、小型衛星を使った惑星探査も活発化しています。これらの衛星は、
従来の大型望遠鏡では難しかった継続的な観測を可能にします。例えば、ある惑星を24時間365日観察し続けることで、その惑星の気象パターンや季節変化を詳細に調べることができるのです。2025年以降には、さらに革新的な技術の導入が予定されています。量子もつれを利用した超高感度検出器や、重力波望遠鏡による惑星探査など、これまでにない手法での観測が計画されています。これらの新技術により、私たちの惑星に対する理解は、さらに深まっていくことでしょう。しかし、これは終わりではありません。むしろ、新たな発見は新たな謎を生み出し、私たちの宇宙に対する好奇心をさらに刺激していくのです。宇宙の神秘は、私たちの想像をはるかに超えた場所で、今この瞬間も続いています。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。それでは、また次回の動画で広大な宇宙の旅をご一緒しましょう。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。